いい感じですね。もう地元のみんな来てくれるんで、その前でかっこいいとこ見せれるんでね、最高っすよ。気合入りますね。入りますね。失礼します。失礼します。メインイベンターっていうことでどうですか？いいのかなっていう大丈夫かなっていう気持ちしかないですね、正直。はい、会社働きながら趣味でいろいろされてる方多いと思うんですけど、そんな自分が一つメインに張らせていただくっていう立場にさせていただいたのは、なんかそういう人に対してちょっと元気というかなんかよりやる気を起こしてもらえるようなきっかけにはなるのかなと思ってます。されてる場合の選択バスこうなってる場合は選択バスMMA の影役に必要なグラップリングであれば、まあ 30% ぐらいかな。萩原君のその打撃って一発で勝ち取ることができるから、寝技になっても勝たれてこの打撃戦で勝負しようよってやられるのってすごい嫌だと思うんですよ。が今回のミソかなと思ってますね。もちろん豪快に決めますよ。期待しとってください。去年地獄やったっすからね。マジックお葬式やったから、全てを晴らしましょう。心に立ち込めた危機には奴を殴り倒さなければ晴れてこない。去年のトーナメントでは思わぬ結果により示すことができなかったムエタイの強さを今日こそは証明するつもりです。望むのはコーチとの魂の震える大激闘。今回を含めあと2試合でキックをやめて新しい挑戦をしようと思っている。キックボクサーとして残された試合の中で今リング上で待つあの男と決着戦を迎えることになったのは必然だったのかもしれません。鋼のエンペラーコーチが今夜梅野源氏との果たし合いにピリオドを打ちに行きます。さあ始まりました。さて高田さん、因縁の両者今夜決着を迎えたいところですね。そうですね。梅野選手もやっぱりちょっと気持ちの入り方が違うんじゃないですか。そうですね。ほんまにちょっとビビったですね。これでいらんことしてね、またバッティングなんかしてみてくださいよ。そうもんないやん思って。今回別にバッティングしましたけど、ちゃんと修正をしようと思って戦ってくれたんだなっていうふうに、感じました。浩二選手に対しては。アピールしていますが、ホールドしたことに関しまして注意が与えられました梅野源氏です。左のミドルです。軸足を蹴った、こんなんだったん初めてですからね。俺やっぱタフ破りなんで腕の一本こんなもん楽勝やと思ってやったんですけど痛かったですね。コーチがですね近づいてきますよ。そうですね、もう近づく接近戦が本当に彼の活動だと思うので、ここはなんとか蹴りに臆することなく出てほしいですね。この後でスピード、さあここは内側、なんとこれノーダウンです。ノーダウンです。あれフック完璧当たってるのにあれまあいいですよ。サービスあげます。いやもう結局スローで見れば絶対わかるんで、僕は当たってないんですね。ガード上から当たってるんですけど、僕は転んじゃってるじゃないですか。あれが印象が悪くて、あれでジャッジがコーチ選手につけてもキックボクシングで言うんだったらもうおかしくはないのかな。梅野の手数がある。さらに近づいていくコーチ、右ストレート。バックステップからミドルキックを放っていきました梅野。コーチが左のフックを浴びてました。ここで試合終了。
ジャッジ豊島30対29赤浩二。驚いた表情を見せた梅野。ジャッジ永瀬29対29ドロー。ジャッジ吉田30対29差がついた。赤浩二。浩二です。浩二大勢のマジョリティ決勝。これはひどいよ。何で僕じゃポイント取られた？本当わかんない。チケットを何枚売る、集客がどのくらいできる、それを判定に影響させてしまったら結局スポーツっていうのは発展しない。格闘技をルールを把握してない人が裁くべきじゃないです。本当それだけですね。俺の愛する K1 から最近ごちゃごちゃうるさいな。タケルと天心が必死こいて開催が決定した大会にここぞとばっかり乗っかってるダサいファイターが多いですけど、文句あるなら俺は6月乗っかる気ないですけど、どうしてもファンが見たいと言うなら K1 の電気ナマズ、レタス、中村の坊主、あと俺に勝ったピーマンもいるのかな。全員集まって60キロでトーナメントをやりましょう。どうですかみんな。ならばいいですよね。普通のワンマッチとかそんなんやったらタケル天心を茶化すことはしたくないなと思うんで、あの2人に乗っかる気はないですけどね。みんながちょっとでも楽しめたり話題になるねカードならやりたいですよ。俺がスターなんで見ていく。盆栽はファミリーだから7年か8年ぶり、はい、強くなってると思いますけど、かといってどこが強いかというのがないと思うんでぶっ潰しますよ。リング上で待ち構えるあの男に7年半前の借りを返しに行きます。アラン・ヒロ・ヤマニハ、始まりました。バンタム級の戦いになりますが、去年ジャパングランプリが開催されたばかり、その中でまずは積極的に左右のパンチで仕掛けていったのがヤマニハになりますが、激しい試合なんじゃないですか。そうですね、足をかけていきます。両者足の掛け合い、そしてバックを取っていきました。 Controla bem a força, calma. A gente tá bem no comecinho ainda, tá? もうよかったね、今日グラウンドでいて全部がヒルコントロールができたから。なんかネルソンみたいな感じになったんですけど、それを話してくれたらまあ肩固めをね行こうとセッティングはしてたんですけど、体ね折りたたまれたんで嫌な感じしたんで、なんかちょっと移行してしまったところもあるんですけど、肩クラッチがまだ効いてるので、思ったようには動けないですよね。はい、この頭を下げさせられてますね。ちょうどね、力任せじゃないんだよね。非常にこう楽になってるというか、相当この7年で、肘です。相手の腕を固定しながら肘打ちを放っていくヤマニハ。これやだね。そして相手の左を封じてパウンド肘。これやだよ。肘が効いたっすね。量ができる自信はあったけど、味わったことのないフィジカルを感じました。ズカさん勝ちましただからめっちゃ勉強、めっちゃ勉強、レベルアップがと寝技とかグラウンドパウンドとか全部が本当に頑張った。下がらせた前に、さあこれは効いている。揺らめいた右手を取る。そして抜かせたところからパウンドを放っていく。グラウンドパンチが止めていった。手を固定して、そしてバックを取った。そしてバックチョークだ。チョーク捉えるか。さあ同点。勝だね。すごい、切り替えよう。強かった。ほんま強かった。いやもう本当に正直グーの音も出なかったですね。こんなに差があると思わなかったし、久々に1本取れたですね。
本末よかった。そのリベンジができただから本当に良かったです。一本が方がいい。相手が柔術の上手だから寝技決めるもっと気持ちいい。バック決めがヒル本当に充実チャテルの時はそれヒル一番得意ね。2月が比べると3月もヒル買ってその次は私ね。来人の本当は目標、私がチャンピオンになる。誰でも私がベルト勝ちます。柴田、久保、ええ加減せやこれ。怒りがパワーの原動力になってるんじゃないかっていう話も。いつもやっぱなめないお精神で僕がやってるんで、まあ、今日もその気持ちしかないんで、はい、現在40歳、戦闘本能は衰え知らず。祝賀よ、今日も俺に力をくれ。もう真っ向勝負が売りです。ウェルターに戻して参戦ということですけど、はい、体調めちゃくちゃいいです、やっぱ今、はい、なんかリカバリーもしっかりきて、体の張りとかも朝見た感じ、すごい良かったんで、今日楽しみにしておいてください。世界を知るダフネスファイター、ライジン2戦目、雪辱に燃える阿部大地の入場です。さあまず第1ラウンドが始まりました。まずは立ちの攻防です。すべて右ですね。一発で終わってもおかしくないぐらいもらったんで、それがすべてだったかな。もうそこからは阿部選手のペースでしたね。しのいでいるストラッサー、ただ上になっているのは阿部大地。仕留めに行こうと思ってて、でそこから3発目ぐらいでちょっと右拳ちょっと折れちゃって、2ラウンド目からちょっと戦い方ちょっと変えて、あんま使わない寝技とかにちょっと移行してやりました。はい。ぐらいの勢いで。はい。しかし跳ね返したのは。よく返したね。いやだ、見えてる見えてる。見えてる。ここで第2ラウンド終了のゴングです。よし、ピッチャー気をつける。仕留めるよ。こんなラウンドで仕留める。絶対。テイクダウンだ。そしてパウンド距離があるが。いやもうここからもう自動運転です。なんとか最後まで食らいつけたって感じでしたね。ちょっと前に行きたいという気持ちはありますけど、足もついてこなかったですね。ただ打撃で応戦は阿部大地です。これを裏取った。そして2人目阿部。結果は3対2で阿部大地がライジン、これで初勝利。力出てなかったですね。しゃあない。負ける時もしょうがない。これをバネにしてまた行こう。面白くなってきたよ。もうしゃあないできんじゃん。今回は負けはしましたけど、ベルトをしっかり作ってもらってベルトを取るっていうところは、今負けた直後ですけどまだ諦めてないです。はい。ストラッサー選手とね、いい試合だったんじゃない？熱いね。改善できるとこはして、俺も大変なんだよ。相手するの大変だから。ボディしたボディはい、きつめに追い込んでもらってます。ありがとうございます。小学5年生から回転隊、北海道在住で初のライジンファイター、札幌パワーオブドリームにより山本空。戦いのフォーマル、黒タイツにレガース、鉢巻きでリングに向かいます。昭和55年6月生まれの41歳、 UWF ロマンの夢追い人、中村大輔。お互い持ってるのを全部出し切って、いい試合したいですね。はい。
年で20個違う中村選手が優を背負って今日までねよく、そこまで頑張ってくれてたなって。うちの息子が育たなかったら優の MMA の世界での歴史がついえてたかもしれないんでね。この2人がこのリングで、対峙するっていうのはね、この距離で見れるってのは本当に幸せですよね。高田信彦さんが笑顔です。さあ戦いが始まります。さあテイクダウンだよ。お待たせいたしました。大丈夫。対応できるよお前なら。グラウンドうまいらしいからね。ですね。空君は。北斗のグラップラー、そんなキャッチコピーもあります。しかし腕取りに行くと十字か。いけるぞ空いけるぞそれ。それほど力を使っていない山本空。ここで第1ラウンド終了です。あれは入っててパキパキってなって、はい、ただ多分そこで大輔さんも絶対に決めさせないっていう気持ちがあって、気持ちでそこで負けちゃいましたね。これは決めれないから次のラウンド持ってこう。木村もあるし、しかし下から首抱えていきます。さあ十字の体勢か、これまた対応しました。さあ回ります。今度は後ろに回った。今度はバックを取りました山本空。落とした。落としましたね。十字だ。しかし反応する。これだ。お待たせ。しかし下から必殺。腕ひしぎ十字固め。浅いか。もう対策してるのはもう分かってるんで、そこから自分がもっといかなきゃいけないんですけど、大体負ける時のパターンなんですけど、それにこだわって終わっちゃうっていう。で、バック飛んだ。回転した足を取りに行く。いけるぞいけるぞいけるぞいけ。ここから少しスペース的にやりづらい狭いですかね、やはり。3ラウンド目の最後って自分はその会長の試合とかをめちゃめちゃ見たりしてるんですけど、その USC ジャパンの決勝戦の時に確か膝十字で勝ってるんですよね、会長が。試合前に見たので、ここで膝十字取ってこそだと思っちゃって行ったんですけど、ちょっと失敗しちゃってまだまだ自分には足りなかったなと思ってます。山本空が勝ちました。中村大輔を下しました。中村大輔悔しそうでも笑顔か。今ほら山毛のところにね中村君が行ってますよ。とにかく強いってすごい素晴らしい選手だとお伝えしました。お父さんであり師匠である山本健一さんが本当にしっかり育て上げた選手なんだなっていうのをすごい感じまして、自分も男の息子がいるんですけど、父親としてすごい尊敬できる。1ラウンド目の腕十字が、いや、あれはダメです。もっと強くならないと。疲れました。セコンドも楽じゃないです。寿命が縮まります。私と同じステージに上がるって小学校の文集で言ってからずっとそれを願ってきてましたからね。そこにこうやって上がれて、半分親の気持ちと半分師匠のジムの会長の気持ちと、本人は KO か一本で勝ちたかったと思うんだけど、相手はね中村大輔ですから、これでもよしとしないとっていうのがとりあえずのところ今日のところは悔いはありますね。ただもっと前を向いて中村選手に俺は勝ったんだって胸張って言えるぐらい強くなって次の試合につなげたいです。今年初のナンバーシリーズライズ34メインイベント、大阪の地に響き渡るスモーカージムのアンセム。地下格闘技から光を差す地上へ、そして今華やかなるスポットライトに照らされた格闘メジャーステージで躍動するアンダーグラウンドエンペラー萩原恭平が念願だった山須ドミネーターサトシとの一戦に挑みます。この階級レザー級戦線において今光を放つアンダーグラウンドエンペラーを敗北の闇に葬り去る、リングをドミネートする白い仮面の支配者が今姿を見せました。山須ドミネーターサトシ。さあ対照的な人生を歩んできた男たちがついに交わります。判定の匂いがしない戦いがこれから幕を開けます。そして平本蓮がなんと会場に来ています。ストライカーの萩原、そしてオールラウンダーの山須。メインイベント、いよいよ始まりました。ライジン34メインイベントです。レザー級ワンマッチになります。さあ
高田さん、いよいよこの2人の戦いが始まりました。萩原にとってはもう望んでいた相手ですからね。バックスピンキックっていうのはなんか山本選手には有効だっていうなんかあったんですか？そうですね、結構なんていうんですか、そのガードも上げ気味のスタイルやし、重心も立ってる感じなんで、絶対それは当たるなと思って狙ってましたね、ずっと。相手が弱みを見せた時の嗅覚とか攻めどころをわきまえてる感じは試合中も感じて本当に怖かったですけど。追撃をしてきてくれたんで、向こうから近づいてきてくれるんだったら組んじゃおうかなとは思ってたので、ここは萩原の右足を両足で挟み込む形になっています。山須ドミネーターサトシです。そしてその山須の右手を切られて、そして投げました。張ってから投げました。ちょっとその組み方の形だと萩原選手結構強かったので、ちょっとぶん投げられちゃいましたけど。さあそして縦と、ここはスタンドの攻防に持ち込むというところです。深入りしないし、立たせた後の圧のかけ方とかはすごくなんか勝負どころ分かってるなっていうか。全然タイプが違うしね、生き方もね、ファイトスタイルも。そうなんですよね。いや、ここまで生き方の違った2人が戦うという競技が他にあるでしょうか。これ格闘技です。ワンツー放っていった。しかしここでタックル、カウンターで仕掛けてきました。向こうは絶対組みに来るっていうのも分かってたし、そしてそこの組には付き合わずにで、自分の打撃で、勝負していく作戦やったんです。来てくださいところですね。なるほど。立ちましたね。そして立ち上がったところでありますが、右手を巻きつけようとしていますが、バックに続けて、これでフックラウンドからバックラウンドに引き込んでいこうというところです。左腕をロックされてるのがちょっと足を上げた。もともと得意なんで形を作ってみた感じいけるなと思ったので、もうそのままいっちゃった感じです。トライアングルチョークの形になってきました。トライアングルチョークの形、しかし左のパウンドを放っていく萩原です。下からは山須ドミネーターサトシ、トライアングルチョーク前に来ましたね。いきます。さあそして頭下げてお尻上げろ。頭下げてお尻上げろ。大丈夫大丈夫大丈夫。トライアングルチョークだ。取られた。三角の形に入った時にで引き抜こうってした時に、さらに深く入っちゃったんで、そこが自分のミスを、拾われて決められたかなと思いますね。私間違いないね。私教えたらドミネーター勝ったら、萩原まだ口ばっかりだけ。でももっと頑張っててくださいね。練習してめちゃくちゃアウェイで自分のファンとか応援なんて一人もいないんじゃないかって思ってたんですけど、これで勘違いして格闘技に専念しないように気をつけます。はい。よかったまだ続けられる。お久しぶりです。お久しぶりです。いやー、感覚となかったでしょうあれ結構やられていた。ちょっと嬉しいですね。ありがとうございました。萩原選手は今をたくさん持ってる選手だと思うんで、向こうがベットした額の方がすごく大きかったと自分は思ってます。自分は過去を差し出して相手の今を奪いに行くしかできなかったんで、この試合を望んでくれたことに感謝してます。悔しいですね。ここはやっぱ絶対勝ちたかったとこなんで、
こで負けちゃうかって感じですね。負けた直後は結構自分にがっかりとかもしたんですけど、まあそれも含め人生ですね。まあうまいこと言ってるばっかりの人生じゃ思んないんでね、まあ、これからもまた頑張ります。この試合だけ負けた、ね、だからもう違うのサトシがみんな見せたい。試合中に来いよオラとか言ってたんですよ。ぶち殺してるとかすごい来てるんですけど喧嘩やったって負けねえよと思っててね。練習量はもう誰にも負けないです。やめろ次悪いんで、これ以上やったら死んじゃいます、ね。はい、だからそれぐらい僕はやってる自信あるんで。前回は全然問題ないです。前回あの子作戦いらないです。今回ベルトがかかってここが本当の戦いかなって。まあ、取り返す、もう全部取り返します。もういややってきたことが違うと、まだまだ駆け出しでしょっていうのは見せたい。